こんにちは、めいやです。季節が変わり、秋めいてきましたね。季節の変わり目は体調変化が起きやすいです。私の場合は頭がボーンと重かったりします。皆さんも体調の変化を感じることありますか？もしあまり体調が良くないなら無理をなさらないでくださいね。今日はですね、お昼ご飯を作りながらメンタルがやられるとヘバーデン結節が悪化したり、痛みが長引いたり、調子が良かったのに再発することがあるのではというお話をします。またメンタルがやられると体の中ではどんなことになっているのか、そして私の対処法なんかもお話ししたいと思います。そもそもなんですが、メンタルがやられるってどんな時でしょう？これは私の経験ですが、人間関係によって悩み、苦しんだことがあります。何十年も一緒に仕事をしてきて、信頼していた人からの心ない言葉が心に突き刺さり傷ついたとき、私の場合、食欲がなくなります。そして眠れなくなります。メンタルがめちゃくちゃ弱いわけではない私なので、距離感の遠い人から粗末な扱いを受けても心は折れません。当たり前です。深い関係が出来上がっている人から否定される、ないがしろにされると答えます。心が折れます。例えば直属の仕事の上司や同僚、友達、旦那さんや彼氏などが値します。自分がその人のことが好きで大切に思っている人から徹底否定されたり、ないがしろにされたと感じ、メンタルやられた経験があります。この状態の時、体の中で何が起きてるか目に見えないので少し難しい部分の話になりますが、自律神経がやられます。交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、どちらか片方にずっと傾いた状態が続きます。これが問題で食欲不振、睡眠不足となります。自律神経が乱れ、血管が縮み、筋肉はこわばる。ただでさえ栄養素が体の隅々まで送られにくい状態なのに、食べない日が続くと、そりゃあ体調は崩れますわな。睡眠もまともに取れない状態なので、これも血行不良になります。いつもは何ともない関節がこわばり、痛みさえ出てくるっていうわけです。ヘバーデン結節を発症する以前の私はまさにこの状態でした。まずいのは何日も食べてない状態が続くことですね。ヘバーデン結節に限らず、これまでに人生の中で病気をしたり
体調を大きく崩した時のことを思い出すと、そうなる前に喜ばしくないことが体や精神にあったはず。メンタルをやられながらも何も対処せず、2年間も過ごした私の経験から学んだことですが、絶対に食べるようにしてます。食事が喉を通らない状態だから、水分でさえ飲み込むのがきついですが、タンパク質を必ず食べるようにしてます。魚や卵が多いかな。次に、湯船に絶対に浸かります。入浴剤を入れてね。この2つは当たり前に日常でできていることなのに、メンタルがやられっぱなしが続くと努力しないとできないです。すごい状態だよね、これって。しかしながら人ってこんな状態になってしまうことありますよね。話がずれちゃった。メンタルをやられた時は自律神経のバランスが悪くなり、必ず血行不良になってる。栄養分を体の隅々に送るためにタンパク質を食べ、血液中でちゃんと運ばれるようにお風呂に浸かる。お風呂は睡眠導入の効果もありますしね。あと運動も絶対にいい。ウォーキングや軽い筋トレなど、筋肉が使われることで血液内の栄養素を運んでくれる手助けになりますね。現在もたまに心が折れて食べれないとかあります。ヘバーデン結節発症した経験が良い教訓となり、こんな対処をしている私です。今日は初めて作った2品なんですが、小松菜のシーザーサラダとアボカドの肉巻き味噌だれ添えです。今日のお話、自分が被害者のような表現が多々ありましたが、周りにばかり指を向けることが本当の解決策でないことありますね。そこはまた別の機会で。シーザーサラダレシピは本場メキシコのものでめっちゃ美味しいです。生ニンニクを入れてるから、食べた後のお口の匂い消し必須メニューですがね。アボカド肉巻きも簡単で美味しい。今日はこんな感じでしたが、大きなショックがなくても、季節の変わり目は自律神経のバランスが悪くなりがちなので気をつけたいものです。ここまで見ていただいた皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。今日はここまでです。また次回の動画どうぞよろしくお願いいたします。さようなら。私は今リンゴを食べますが、これご存知かな？お口のニンニク匂い消し。ニンニクを食べた後、なるべく直後にリンゴ4分の1くらいを食べると匂い消えますよ。
これ効き目あるので初めて聞いたという方、やってみてください。長い間動画投稿ができなかった私の動画も最後まで見ていただいた皆さん、ありがとうございます。とても嬉しいです。バイバイ。